こんばんは。はるきです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回もですね、前回と引き続きなんですけれども、新しいフッティーズの選手たちを追加しました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになります。D だったり C、B、A も含めてですかね。いろいろこう調整を、しました。で、新しく追加をしたフッティーズの選手はですね、B に、います。B フッティーズヒーローのキーン。そして、フッティーズファルカオ。そしてですね、フッティーズヒーロースモラレク。この3名を新しく、追加をしました。あとは下げた選手いろいろいるという風なことですね。で、キーに関してはですね、やっぱり、スキル、4っていうのはちょっと厳しい部分で、どうしても、こう、スキル5を使える選手が多くなってきた。もう、この最終盤ではですね、能力はめっちゃ高いです。決定力もめちゃくちゃ高いです。フィジカルもね、保険としてちょっと持ってるっていうのは非常に素晴らしくて、ドリブルも軽くていいんですけれども、やっぱこう、スキルを使えた方がいいっていう風に感じる方は多いんじゃないかなってのは思います。前線でスキル4だったら、いいよっていう方ならば、キーンでも全然十分かとは思うんですけれども、どうしてもこう、上のランク帯に行かなかった理由としては、ちょっとそのスキル4っていうのがちょっと大きかったかなという風に思います。で、そして、フッティーズのファルカオですね。ファルカオも同様です。能力はめちゃくちゃ高いし、キーンに結構似てる部分が、ある。能力も含めてですけど、あるんですけれども、やっぱりね、スキル4っていうようなところはちょっと残念な、ところで、この人も前線で全然スキル4でもいいよっていう方なら、十分使える選手ではあるんですけれども、ちょっとこう、キーンと同じような、こう、理由で、個人的には B にしたという風なことですね。あとはみんな前線の選手強いですし、なかなか上がりきらなかったかなという風なところですね。でそして、フッティーズヒーロー、スモラレクですね。スモラレクも、ぶっちゃけ、この B ランクに位置してる理由としては、やっぱりスキル4っていう風なところが大きいですね。逆足5っていうのはもちろん素晴らしいですし、ドリブルも軽くって、数値的にもですね、フィジカルが高いっていうのは全然いいんですけど、身長がね、ちょっと低めなので、どうしてもフィジカルの数値は高かったとしても、相手のセンターバックもね、でかいし、フィジカルもね、乾燥してるみたいな選手が多いので、負けてしまうっていう、風なことは、全然ありましたね。ですけど、やっぱ、この人もファルカオだったりとか、キーンとかと同様に、決定力っていうのは十分高い選手になるので、もちろんエステとして決めきる部分っていうのはしっかり決めてくれますし、いいんですけど、ちょっとこう変わりはいてしまう、スキル5で変わりはいてしまう選手にはなってしまうかなというふうに思います。で、そして A と B の間にいるのがですね、TOTS モーメントのマネ、そして新しく追加をしましたフッティーズヒーローのドノバンですね、ドノバン。この二人を、入れました。新しい、フッティードヒーロードノバンに関してはですね、もちろんまず、先ほどの選手たちは違うのはスキル5あるっていう風な、ところ。逆足は4なんですけれども、ドリブルの軽さ、そしてスピードだったりとかも手に入れた選手に、なるので、個人的にはですね、この、ちょっと間ぐらいに、入ります。フィジカルに関しては、ちょっと弱い、選手にはなるので、体当てられたら、ちょっとひるんでしまったりとか、簡単に取られてしまったりっていう部分が、あるので、ちょっと A にはいかなかったかなという風なところですね。シュートに関してはしっかり決めきってくれますし、個人的には使用感は普通に良かった。これは全然こう使える選手に生まれ変わったなって、思える選手にはなるので、値段以上の価値っていうのは十分ある選手、にはなりますね。で、そして A ランクですね。A にはですね、新しく追加した選手、フッティーズのグリーリッシュ、そしてですね、あとはソン・フンミンを下げたりと、あとはフッティーズのラカゼットかな ?SBC じゃない、目標で来た選手ですね。A ランクにいる選手もですね、非常にトップクラスの、選手です。現環境でも十分使える選手に、なります。グリーリッシュに関してはですね、ドリブルの軽さ、持ちやすさ、結構どの番に似てるんですけど、どの番よりもちょっとフィジカルは、まだ耐えてくれてたかなっていう風な、部分ですね。で、あとはスキルが5になったっていう風なことで、元々の使用感の良さ、ドリブルの軽さってところから、
こうスキルも使えるようになって、決定力も高くなったという、そんな選手になります。で、パスもね、単純に上手いですし、結構ね、キャムとか、トップ下とかで使うのもいいかなっていう風に思いますね。グリリッシュも結構、ね、フッティーズで化けたカードかなっていうのは、ね、思いますし、現環境でも十分、通用をする、普通に強い、そんな選手になりますね。そして、目標ですかね。目標でゲットできたフッティーズラカゼット。ラカゼットに関してもね、結構強いですし、TOTS の頃なんかはね、使っていた方は多いんじゃないかなってな、思います。TOTS からはね、ちょっとそこまで能力は上がってはないんですけれども、やっぱりこう、めちゃくちゃ使用感がいい。自分はね、TOTS のラカゼットがめちゃ好きで、よく使っていたんですけれども、普通に単純に強化をされたなという風な感じ。今のこの現環境でも使えるように、アップグレードされたなという風な印象をまず一番に受けましたね。で、パスも上手いし、本当にこう万能ストライカーみたいな、感じです。もう普通に前向いてスルーパスとかも出せるし、自分で決めきる決定力っていうのもあって、で、スピードも全然遅くないし、裏抜けにも、しっかりこう、準備をして抜け出してくれるという、そんな選手になりますね。これがまた55だったりとか、TOTS と比較をして、もうちょっと能力が上がれば、よりちょっとトップクラスの選手にはなってたのかなというふうに思います。そして S と A の間にいるのがですね、カバースターアイコンのデルピエロ、そして、フッティーズのロドリゴ、ここに、この2人かなを間に入れました。新しい選手としてはですね、カバースター、アイコンのデルピエロを入れました。個人的にはね、そんなにやったんですよ。思っていたより、普通っていう風な、感じで、特にこの人もフィジカルがそんなに強くなくって、それ以外は完璧なんですけど、もちろんね、S に入れようとしていた、ところはあったんですけど、やっぱ S の選手たちと比べると、使った時にそこまで理不尽さがなかったっていう風な感じですね。S の選手を比べるとですけど。なんで、同じランク帯に入れるのはちょっとなっていう風に渋って、ここの間に、しましたね。値段もね、結構高かった、というか100万ぐらいする SBC の選手で、55にもなってますし、価値っていうのはね、十分あるんだろうけれども、自分的には S の選手たちの方が強いなという風に感じることが多かったので、ちょっとここの間に、してます。めちゃくちゃ強いんですけどね、めちゃくちゃ強いんですけども、単純な自分の個人的な主観の、元でいくと、ここの間かなという風に感じてここに、入れてます。で、そして、一番上のランク、S ランクですね。S ランクはですね、新しく追加した選手、フッティーズの、5部、そしてですね、フッティーズ、レバンドスキー、そしてフッティーズ、ディバラ、そしてフッティーズ、ラッシュフォード、そして、フッティーズ、SBC で来ました、ハーランド、そして、フッティーズ、ジノラと、この選手たちを新しく追加をしました。5部に関してはですね、作ってよかった、方が多いんじゃないかなというふうに思いますし、この人こそそうですね、めちゃくちゃ化けたんじゃないかなっていうのは思います。序盤は結構スピードも速いし、決定力も高いしっていう選手で、ストライカーとしてはね、十分強かった選手なんですけれども、やっぱりこう、だんだん時間が経っていくにつれて、減っていった。そういう風な選手になってたんですけど、フッティーズ、このカードが来て SBC でみんなが作れるっていう風な中でいくと、めちゃくちゃ強くなったなっていうのは思いますね。で、もちろん逆足は4なんですけど、4でもね、しっかり決めきってくれる決定力っていうのが、ありますし、ドリブルは軽い選手なんで、そこにスキル5もついて、あとは単純なスピードっていうのもね、もともと速かった選手ですし、ペースも置いていける速さを持ってて、めちゃくちゃいいなっていうのは、個人的に思いました。これはちょっと作ってよかったなっていうのは、思いますね。で、そして、フッティーズ、レバンドスキー。レバンドスキーに関してはですね、でかくて速いという風な、選手で、その最高峰かなっていうのは、思いますね。基本的にフィジカルも、カンストしてますし、あとはパスも出せる、しっかり上手いっていうのが、いいですね。で、ヘディングもできるし、足元ちょっと、重たさっていうのはあんまり、もちろん改善されたんですけど、細かい選手っていうよりかは、どちらかというと、こう、ぐんぐん運んでいくっていう方が、相手にとっては嫌かなっていう、風に思いますね。細かいタッチっていうほどは、難しいかなって思うんですけど、ただやっぱスキル5にもなりましたんで、スキルを使いながら、めちゃくちゃ重たいっていうわけでもないんで、基本的にドリブル軽い選手、上手い選手
なんで、そこが改善されたんですけど、やっぱ身長も大きいですし、ドリブルスキルはできるんですけど、基本的にはこう裏抜けだったりとかをメインで使う方が効率はいいかなっていうのは思います。今作の仕様的にも。で、単純なスピードっていうのもフッティーズでめちゃくちゃ上がりましたし、本当にこう、でかさ、速さ、そしてその後の決定力っていうのもめちゃくちゃ高い選手なんで、レバンドフスキに関しては。冷静さだったりとか、シュートに関してはね、全部99、カンストしてますし、本当に素晴らしい、選手になるので、個人的にはかなり、強い選手になりますね。でそして、フッティーズ、ディバラ。ディバラに関してはですね、こう、レバンドフスキとは、ちょっとこう、別のタイプというか、逆の、タイプでめちゃくちゃ軽くて、細かいタッチもできて、シュートの振りも速くってみたいな選手ですね。で、そういう選手がやっぱり5-5に、なりましたんで、結構こうメッシに近い、使用感に、なりますね。本当にこう、ペナ内で、受けられるともうめちゃくちゃ怖い、ついていけないっていう風な、選手になりますし、かなりね、要は自分で行くっていうこともできるようになったんですよね。こう、ストライカーの要素っていうのもかなり高くなって、パスだけじゃない、ドリブルだけじゃなくって、決定力だったりとか、スピードもね、この人も速くなったんで、もうどっちでもいける、もう何でもできる、軽い前線の選手みたいな選手で、かつ5-5みたいな、感じになるんで、かなりこの人も、非常に強くなったなという風に感じますね。で、そして、フッティーズ、ラッシュフォードですね、ラッシュフォード。ラッシュもね、めちゃくちゃ強いね。やっぱり。めっちゃ強い。で、ドリブルもある程度この人はすごく、運びやすいし、細かいタッチってディバラとかほどじゃないんですけど、その分やっぱりこう、なんか、取られそうになってもフィジカルでゴリられるっていうことが、あります。スピードも速くって、本当にこう、リアルのラッシュフォードみたいな、感じで、フィジカルで負けないですし、あとはシュートの決定力っていうのもしっかりついて、決めきる力っていうのを持ってますね。めちゃくちゃね、この人は、強いね。やっぱフィジカル強い選手っていうのはね、やっぱこう多少ちょっとミスってもスピードとかそのフィジカルでゴリッとね、いけるんで、かなりラッシュも強い選手になるなというふうに思います。で、かつやっぱり5-5になってるので、かなりこの人も、TOTS でも強かったんですけれども、今の現環境でもトップクラスになれるように TOTS からアップグレードされたなという感じですね。あとはちょっと忘れてましたね。一番左、ベンゼマ忘れてました。ベンゼマもですね、もう本当に素晴らしい。ベンゼマも TOTS でも自分は普通にトップの選手、だったんですけど、このね、5-5にもなった、99の、ちょっとサウジアラビアに移籍をしたバージョンのベンゼマっていうのが、来てですね、もうめちゃくちゃ強いな、もう止められないな、もう完全体みたいな、ベンゼマが来てですね、非常に素晴らしいなというふうに思います。決定力もね、言わずもがな。またレバンドフスキーとはね、ちょっとこうタイプが違うのかな。レバーの方がなんかよりちょっとこう、フィジカルでもゴリれるみたいな、選手で、ベンゼマはね、どっちかというとやっぱなんかこう、本当に万能というか何でもできますせみたいな感じの選手で、若干自分的にはタイプ違うのかなっていうのは思うんですけれども、非常にベンゼマ、使いやすいっていう、選手で、かなりおすすめかなというふうに思います。値段もね、かなり高いですし、それなりの価値っていうのは十分ある選手ですね。で、そして、フッティーズ、ハーランドですね。ハーランド、SBC で来ました。多くの方は作っておられるんじゃないかなと、いうふうに思うんですけれども、理不尽なスピードと、そして理不尽なフィジカルですね。スキル5にはなったんですけど、逆足も5か。5-5にはなったんですけど、ハーランドでスキル5でグイグイいってくるっていう人はあんまり今のところは見ないですね。やっぱりどっちかっていうと縦への推進力。やっぱりこう裏抜けだったりとかで、単純にスキルがいらない。スピードとかフィジカルだけでぐんぐんいけるっていう、そこがね、より磨きがかかったなっていうのは思います。だからオプションとしてスキルがついたのかなっていう風な使い方をするといいんじゃないかなっていうのは思いますね。本当にこう今作のハーランドはもう裏抜けされたら止められないみたいなね選手になるので、そのこう今の環境にもその戦い方ができるみたいなハーランドが来たという風なことで、さらにオプションも5-5ついたっていうのはめちゃくちゃ素晴らしいなっていうのは思いますし、
かなり強いカード。まあ、こちらもですね、SBC で作っといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。でそして、最後ですね、フッティーズ、ジノラですね、ジノラ。まあ、ジノラはね、自分個人はもうめちゃくちゃお世話に今なってますね、もう最後に。本当に素晴らしいね。最強ですよ。で、身長が高いんだけれども、かなりドリブルの能力っていうのが改善をされてて、まあ、特にバランスの数値かなっていうのが、かなり高くなってて、まあ、めちゃくちゃドリブルが改善をされてる。本当に軽くなってるっていう、選手になるんで、で、軽い、全然モテる選手なのにフィジカルで負けないっていうのが素晴らしい。もうこの、やっぱりね、フッティーズ期間でいくと、センターバックだったりとかディフェンスラインの選手もめっちゃ強いじゃないですか。センターバックのフィジカルのゴリッとさとか、でかいし。ですけど、そういう風な選手より、体で前に行って負けない。そういう風な力がありますし、そういうなんかこうゴリッとさもありながら、こうしなやかなボールタッチだったりとかが、できて、まあ、繊細な決定力っていうのも、あるし、あとは臭さ。臭いのが一番強いから、前線の選手にとって。なんでこっちに転がってくんねんっていうのが一番強い。取られてるやん。取られてるけど、なんでこっちに転がって、なんでディフェンダーと入れ替わってんの、これが一番強いから。で、それがやっぱりできる選手が、まあ、ジノラに、なってますし、まあ、この S に入ってくるトップクラスの選手にはなるかなっていうのは、思うんで、まあ、基本的にこう、理不尽さっていうのが、伴ってるなっていうのは思いますね。まあ、っていう感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになります。またですね、ここに入れきれなかった選手だったりとか多くいると思うので、まあ、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。